この中途半端な股上にしてしまったんだろうという感はありますけれど、素材感はいいんだけど、ちょっとやっぱりラインが良かったなっていうふうに思います。残念ながら。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは。スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、こちら。はい、ワイドパンツがずらりと並んでいるんですけれども、今ね SNS でバズっていると言われていますユニクロさんのスマートワイドストレートパンツ、はい、こちらを検証したいと思っているんですね。で、いい意味でもバズっているのか悪い意味でもバズっているのか、そこら辺もねクリアにしつつ、オフィシャルサイトのコメントなんかでも星一つというようなあんまりいい評価じゃないものからめちゃくちゃいいというようなものまで、たくさんあるわけなんですよね。そこで五十嵐が、初代そして2代目というねタックワイドパンツ、そして GU のタックワイドパンツも含め全てを履いてどういうところがいいのか、そしてどういうところがなのかっていうところを合わせて検証していく動画でございます。こちらのスマートワイドストレートパンツのコーディネートもいくつかご覧いただけますので、ぜひ最後までご覧いただいて面白かった、ためになったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、初代タックワイドパンツ2022年のモデルなんですね。私ね本当にこの初代のタックワイドパンツが大好きなんです。で、なんで大好きなのかっていうと、もともと初代はねワンタックなんですよ。でこれ自体が、次にね後で履いてきますけれども、2023年モデルが2タックに変わってるんですね。で、まずこのタックワイドパンツなんですが、とても落ち感のある素材を、柔らかい素材を使っています。で、私背も高くってしっかり腰幅もあって、そういう意味ではワイドパンツが似合う体型ではあると思うんですね。要はパンツに履かれてないというか、パンツをちゃんと履いてる感っていうのがあって、基本的には新しいものっていうのもね後でご紹介するんですけれども、大きな違いっていうのが初代と2代目のウエストの位置はあまり変わらないんですけれども、こちらがね新しいスマートワイドストレートパンツはウエストの位置が下がるんですよね。ローライズという表現が合ってるかどうか分かりませんけれども、ちょっと安心感があるっていうのがまずこの初代の一番の私のお気に入りであるところってことなんですね。今着ているこれ、アトリエーヌズさんと五十嵐のコラボの、朝コンショートブラウスなんですけれども、丈感がねこのコンパクトで可愛らしい。その代わりちょっとね手を上げると、お腹が見える、もしくは下着が見えるっていうようなところは多少あるんですけど、このタックワイドパンツまで多少ね、ウエストがうまくはいまでいかないけれども安心をもたらしてくれる丈感というのがあるので、そんなに気にならない、自分自身も気にならないし周りもそんなに気にならない。ただこれが下がっていくとかなり見えてくるので、ちょっとなんかルーズな印象になってしまうのかなっていうところはあります。はい、とにかくね何がいいってめちゃくちゃパンツの似合う人に見せてくれる綺麗なパンツなんですね。でね、マイナス面を言うとちょっとだけお腹ぽっこりっていうところがあります。でね GU のものも全てタックはアウトタックなんですね。アウト、外側を向いてるタックなんです。で、私自分で作ってる商品だったりとか GU さんのものだったりとかでインサイド、内側にタックがこう倒れてるものの方がお腹がぽっこりするのが目立ちませんよなんて話を言っています。ただユニクロさんもだいぶね内側のタックのものを出されるようにはなっていらっしゃるんですけれども、残念ながらここに立体感が少しだけ足りないから、やっぱりお腹ぽっこりっていうのはしょうがない部分かなっていうふうに見られてしまうところは残念だなと思うんですけれども、とにかくもう全てが揃ってお尻の位置も綺麗に見える、そして、落ち感がある、そして足が長く見える、もうスタイルがよく見えるっていうのはもう私はこのパンツが一番やっぱりザ・ベストパンツっていう風に呼びたいぐらいの素晴らしいパンツだと思います。これがねやっぱり再販されないっていうのはすごく残念だなっていうふうに思います。皆さんはどのように思われますか？ぜひコメントをください。じゃん。はい、いかがでしょうか。こちらが2代目2023年モデルなんですけれども、まずご覧ください。横から見ていただいて、ここの
2本タックがねこちらの2台目はできてるんですけれども、ここの一番大きなタックの部分が山のようにめちゃくちゃ立体的になってますよね。でこれがやっぱりその立体的っていうところがまた皆さんに気に入られた理由でもあったりとかします。ただしなぜここにより山ができてるかというと、もちろん2本のタックになってはいるんですが、この素材なんですね。で根率は初代のものと全く一緒なんです。ちなみに 66% ポリエステル、 29% レーヨン、そして 9% のポリウレタンなんですね。で 61% リサイクルポリエステル繊維を使用ということで、ペットボトルのリサイクル繊維を使ってるんですね。それが多分根率は一緒であっても割と立ちやすい素材になってて、ちょっとねシャカシャカ系というか張りのある素材になってます。代わりに先ほどのこのパンツの初代の落ち感がなくなり、少しだけワイド感っていうのがそんなに感じられない割には張ってると思いません？この角っこがちょっと出てるの分かりませんか？その裾のここの部分が少し出てる感じありますよね。これがちょっと足がそんなに長く見えないっていうのが一つあります。ただしこのさっきからお伝えしている立体感がお腹ぽっこりが目立たないんですよ。なんでかっていうと、こちらの方が手前に出ている関係で、パッと見た時にこちらに目線が行くからなんですね。お腹に目線がいかないということになってるんです。でサイズは私全部 L サイズなんですね。ですが落ち感がないがゆえに、私にはちょっとだけ短い感っていうのが出てきてるかなと思います。でウエストに関しても基本的には同じぐらいの感じですね。ただ私の中で丈が短いから上に上げるというよりも下げて履きたくなるっていうのがこのパンツの特徴です。ですのでこのパンツの場合はもう少し長いオーバーブラウスにする、もしくはインしてブラウスなり T シャツを着たくなるっていうのがこの T シャツの特徴です。ただしね、とろみ感っていうのはこちらがいいけれども、なんかその今の季節感っていうのはもしかするとこちらのパンツの方があるのかなというところはありますね。もともと多分こちら秋冬でスタートして、こちらが春夏で販売されてたのかなっていうふうにちょっと記憶が定かではないんですけれども、そんな気がしております。はい、とにかく、好き嫌いはねもちろんあると思うんですけれども、こういう立体感があるものを似合われる方っていうのは全体的に、お尻が小さいとか華奢な方、もしくはそんなに背が高くないというような小柄な方なんかがこのパンツをより似合いやすくさせるのかなと思います。で先ほどの方は割とスタイルはよく見えるけれども、ある程度身長があって、しっかりと腰もある人っていうのが似合われるっていうのが初代の方だというふうに、体型的にねどういう体型の人がより似合いやすいのかというのを分類するとそんなふうに分析させていただきます。はい、じゃん。はい、こちらは GU のタックワイドパンツです。2タックですね。これも外側を向いているタックなんですけれども、これはねほぼほぼやはり根率は一緒なんですね。ちょっとだけこれのレーヨンが多めなんですね。 30% がレーヨンなんですけれども、ちょっとサマーウールのような感じの雰囲気があります。ですが全体的に素材がやっぱりね落ち感があるので、すごく足が長く見えると思いませんか？でしかも2タックだから立体感もあって、しかもパンツの幅がいいなって私は簡単に言って思います。ただ残念ながらこちらをご覧ください。はい、後ろ側のこちらの、ウエストの部分がゴムになってるんですよ。これがちょっとねやっぱりベルト通しがついてるんで、このままねベルトをすればもちろん見えづらいんですけれども、ここが正直言ってちょっとだけ私のマイナスポイント。ただこれ自体はすごくやっぱり綺麗なパンツだなっていうふうに思います。もともとねその初代から始まって2代目っていうところをうまくその DNA を GU に持ってったっていうその素晴らしさっていうのは、もともとのその開発のねポイントがきちんと引き継がれて GU で花開いて、でまた今度こちらに生かされるんでしょうかっていうところです。まあね GU もなかなかねやはり研究をし尽くされた後のパンツなので、なかなか私はこのパンツも好きです。まあ順番で言うと1、2、3というようなところでしょうか。さてこちらの新しいパンツはいかがなものでしょうか。はい、じゃん。はい、スマート
ワイドパンツスマートワイドストレートパンツ、どれが正しいんだろうっていうぐらい全部入ってるんですけど、スマートワイドストレートパンツ、はい、一番新しいものです。進化版というのか、こちらがねもう売られていないということなので、こちらが3代目のタックワイドパンツとなるわけなんですけれども、いかがでしょうか。2タックになっているので、横からご覧いただいて、サイズもこれ L なんですけれども、横からご覧いただいて、やはり山がちゃんとできてますよね。ですので、立体感がある。で、素材感はどうかっていうと、ちょっと初代に近いです。初代に近いけれども、そこまで落ち感はないんですね。だから横をちょっとご覧いただいて、少しだけこれ上げますね。はい、ちょっと上げると、横側の裾の端っこがツンと上がってるのって分かりませんか。きちんとパンツの形になってる。こちら履いてた時みたいにストンと落ちている感じではない。ただしお尻の位置もすごく綺麗に見えて、立体感があってすごく決まりやすい。要はこの真ん中の2代目のように、同じね2タックだし2代目のように全体的に華奢で腰幅もあんまりなくて割と小柄な方の方がこのパンツは履いててかっこよく見えるパンツなんだというふうに思います。いやだからといって小柄の人じゃない人はダメよっていう話ではなくって、やはりこの2代目の雰囲気を持ちプラス形としては一番この GU に近いんだろうなというように感じます。はい、GU のこちらのウエストのゴムがなくなったのがこのパンツかなというふうに感じます。で、素材感は初代にちょっと近い。そして形の一番の特徴の中ではね、ウエストがローまでいかないけれどもちょっと下なんですね。でこれと履いて比べるとだいたい2センチぐらい下がってる感じがするんですよ。そうするとどうなるかっていうと、上げた瞬間ここが見えるわけですね。私今何も着てないですけれども、下着を着てたら下着が見える。こういうのパンツの場合はこういうショート丈のねコンパクトなオーバーブラウスではなくて、中にインをするとかちょっと長めのオーバーブラウスなり T シャツなりを着る方がいいなというふうに感じます。こういうようなタイプにはちょっと正直不安感というか安心感がないというか、はい、そういうようなこのお腹周りというところですね。私の好みで言うとやっぱり初代が一番好きですね。先ほども言ったように私の体型にぴったりっていうところもあるのかもしれませんけれども、素材感だったりとか体型だったりとか、あとウエストがねちょっと低くなってるっていうようなことも含めた上でぜひねトライをして、この新しい、いろんなスマートワイドストレートパンツはい、このいろんなものがミックスされたような状態の一番新しいバージョンをぜひちょっとトライしてみて、ご自身にしっくりくるのかっていうのをチェックしていただけたらいいなというふうに思いますが、これで他どんな風なコーディネートをするのかご覧いただきましょう。じゃん、はい、いかがでしょうか。こちらのボクシークロップド T シャツのピンクに合わせてレーストライアングルストールのトープ色を合わせ、そしてこちらのねスマートワイドストレートパンツに合わせてみました。いかがでしょうか。はい、もうね T シャツもクロップドなんですけど、あえてインをしまして、はい、ウエストに、巻物をしたというような状態でございます。はい、こんな感じにねウエストマークして履いていただくっていうのもいいと思いますが、やっぱりね私ねラインがね今一つこのパンツちょっとね素材感はいいんだけど、ちょっとやっぱりラインが初代が良かったなっていうふうに思います。はい、残念ながら。でもねこの綺麗なこのねホワイトのパンツっていうのは今の時期ちょうどいい感じなんじゃないかなと思います。 T シャツなんかでねうまく履かれるっていうのが今時感があるのかなっていうふうに思います。はい、今回ねなぜ私がこのレーストライアングルストールを腰に巻いたかというと、もちろん今のトレンドであるっていうところもあるんですよね。腰巻きがウエストマークするっていうのがね。ですがちょっとこれ外してみたいと思います。どうですか。決まらないと思いません？でこれね最初こういう感じで前だけインをしててもやっぱり決まらないんですよ。で、じゃあどうしたものかなと思って全部入れました。すると余計なんかこう借りてきた感っていうのがあって、じゃあこれを巻いたらどうなるのかなと思って巻いてみたところ、
いけるやないっていうのが正直なところでございます。お腹ぽっこりっていうところももちろん隠すこともできるし、ちゃんとねウエストマークをすることによってちゃんとウエストの位置が上の方にあるっていうようなことも、もちろん見せることができて、ワンツーフィニッシュじゃなくプラスアルファで今時感が入ってるトレンド感が感じられるというところが採用した理由でございます。ぜひね皆様ももちろんこちらのレーストライアングルをお持ちの方はこちらもはめていただく。そしてこちらのパンツをお持ちの方がね、例えばご自身でお持ちのスカーフを三角にして巻いていただくっていうのでもよろしいかと思います。はい。じゃん。はい、ソフトシアクルーネックティー。長袖、GU のやつですよね。1枚で着てみました。ちょっとだけ透け感はあるんですけれども、いかがでしょう。ちょっと爽やかな印象ですよね。で、マルニ、懐かしのユニクロさんとマルニのコラボのストールをこのようにベルトループに通してみました。これね、なぜかねこの辺りで決まらないんですよね。このパンツを履くときはやはりベルトをされた方がいいのかなっていうふうに思います。ベルトもしくはねこういう形でスカーフをウエストに巻く、もしくは先ほどのようなねレストライアングル的なもののスカーフでもいいので、ぜひこのような感じでウエストマークをすることを推奨したいと思います。ちょっと外してみますね。どうですか？はい。なんとなくここまできちんとウエストまで来てないからなのか、なんだかこう私の感覚なのかもしれないですけれども、どうも中途半端な感じが否めないんですよね。なので結局ベルトをする、もしくはこういうストールをしていただいて区切りをつけるというか、ピリッとさせてほしいなっていうふうに思います。なんでこの中途半端な股上にしてしまったんだろうというちょっと感はありますけれど、とにかくねお持ちのものをうまく使っていただいてウエストマークなり、ベルト代わりにしていただけるとよろしいんじゃないでしょうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。はい。とにかく爽やかにぜひこういうコーディネートもいかがですか。じゃん。はい、いかがでしょうか。ちょっとシアー感のある島村さんのこのブラウスを合わせてみました。本当だったらねこういう張り感のあるパンツには T シャツのようなものだったりとかプレミアムリネンシャツなんかが合うんでしょうけれども、ちょっとね暑苦しくなく涼しげに、白いパンツとこういう黒の透け感のあるものをうまく、合わせたいなっていう感じでございます。いかがでしょうか。こんな感じでね、ウエストの位置をちょっと見せるぐらい、開いてね、このパンツはウエストよりも下にあるんだけれども、私ウエストは本当はここなんですよぐらいなのが分かるような寸胴に見させないための、コツでございます。このパンツ簡単に言うとちょっと寸胴に見えがちというところがたまに傷っていうところなんでしょうかね。ユニクロさんごめんなさい。はい、そんなわけで基本的にはウエストマークする、それからこのように上と下をちゃんと色で分けるというような、そういうことをしていただいてこのパンツの欠点をうまくカバーしていくっていうのがいいと思います。ただねこのパンツなかなか SNS でかなりバズってるっていう噂もあったりもしますので、このパンツの方が好きだよっていう方ももちろんいらっしゃると思います。ぜひその方もコメントでお教えください。いかがでしたでしょうか。本当にね相変わらず五十嵐さん毒舌ねって言われるコメントも最近多いんですけれど、私正直なことしかお話ししません。いいところもあれば悪いところもある。それって何の商品でもそうなんですよね。もちろん私が作った商品の中でもこれはよくできたけどこれはっていうようなものってやっぱりあったりとかします。でもね残念ながらやっぱりユニクロさんは良かったものをなぜ廃盤にしてしまったのかっていうところがねやっぱり多いコメントだったりとかしました。私も実際に本当に初代をやはり戻してもらいたいっていうのが私の願いだったりとかします。皆さんねそういうわけでいや私はこっちの新しい方が好きよっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひどしどしコメントいただけたら嬉しく思います。はい、私の今日のコーデなんですけれども、かなりブラックマダムな格好ではありますが、インナーに着てるのが確かね、990円ぐらいで購入した GU のワンピース、ノースリーブワンピースでございます。そしてその上に着ているのが今年のねボンボンエショコラの春夏で発表しました、総レース仕立てのレースコートのブラックでございますね。こんな990円のこんなって言ったら失礼ですね、お安いものを24,500円ぐらいだったかしら。ちょっとこういうもので他にはないようなものでアレンジすることによって全体的に高めに見
にしてしまおうというのが私の魂胆でございます。はい、というわけでぜひチェックしていただけたらと思います。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッといいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。